こんにちは、大輔です。世界各国の感染状況がどうなっているのか、その中でもね、日本が置かれている状況をどのように見ることができるのか、あくまでも公開されている数字を並べてね、皆さんと確認しながら、それぞれの特性掴んでいこうと、そういうね、回になるわけです。実はですね、7月末にも一度この取り組みやったんですけど、それからね、約2ヶ月が経ったわけでして、世界は大きく状況が変わりました。本日の流れはこちらになります。1、世界の感染はひとまず上げ止まり、その理由。2、死亡率トップだったヨーロッパの現状。3、日本政府が渡航緩和を検討するエリアの感染状況。4、日本第2波の次は何が起きるのかという話ですね。本チャンネルでは世界各国で起きる出来事、海外渡航の最新状況をお届けしてまいります。コロナ明けの海外行き待ち望んでいる方、チャンネル登録を進めさせていただきます。ではまず1番からいきましょう。世界の感染はひとまず上げ止まり、その理由ということですけど、世界にはね、多くの国が存在するわけでして、本日はそれらの国々一つ一つね、見ることで理解を深めていこうということですけど、バブルマップのタイムシリーズで世界の感染流行のイメージ掴んでいきましょうというものですね。どうぞ。これまず1月から2月末再生しますね。この時期に中国の伸びが著しいことがお分かりいただけるかと思います。では次、3月。この3月をかけて全世界に飛び火しているということがお分かりいただけるんじゃないでしょうか。世界各国がロックダウンなどの対策、走ったタイミングでしたね。では次、4月から6月一気に流しますね。特にヨーロッパとアメリカ、ブラジルあたりの伸びが著しかったですね。では次、7月から現在8月末までを流します。アメリカ、ブラジル、インド、こちらの伸びが顕著ですよね。ということで、世界の日々の新規感染者数のグラフを見てまいりましょう。7月末で一旦の上昇傾向、止まったように見えますね。8月については1日あたり20万から30万人の新規感染者ということでキープしています。ここからね、下げに転じるのかどうかっていうのは僕には分かりません。世界の日々の死亡者数との比較です。3月4月にかけてのね、死亡率高いですよね。それに対して6月から8月にかけての死亡率低くなっています。グラフの形がね、異なりますよね。これはテスト数が増えたからなのか、医療体制が整ったことで人々の対処能力が上がったのか、ウイルスが弱毒化したのか、ちょっとね、僕には分かりませんけど、マクロの数字だけを見ると、こういう違いがあるということですね。で、日々の感染者の増加率にね、ブレーキがかかっているという要因は、数字上はね、割とシンプルな理由でして、トップ3の国が落ち着き始めているからと見られるわけなんです。そのトップ3というのは、アメリカ、ブラジル、インドですね。先ほどのバブルマップにもありました。では、アメリカ見ていきましょう。下がり始めてますよね。ちょっと気になるのが、6月末から7月中旬にかけての伸びです。こちらはジョンズ・ホプキンス大学のデータを使ってデジタル21さんが作成されたバーチャートレースです。こちら見るとなんとなく理由がわかります。再生しますね。6月末から7月末にかけてカリフォルニア、フロリダ、テキサスの伸びが顕著になっていることがお分かりいただけたかと思います。アメリカは国土が広いので一つのねグラフにしてしまうとこういったねいびつな感じになってしまうのかもしれませんね。だから本来は週ごとの評価が必要なのかもしれません。次はブラジルです。増加率にブレーキがかかったように見えますね。ブラジルといえば新規コロナをですね、ちょっとした風邪だというふうにね、言って非難を浴びたことで有名なボルソナロ大統領の印象ですよね。でもね、そのボルソナロ大統領ですけど、6月は 32% の支持率だったのが8月現在ですよ、過去最高の 37% に上がっているということなんですよ。不支持率もですね、44% から 34% に急落したということで、ブラジルにおいてはですね、外出規制などのルールはね、州政府が実施するということになっているようなんですね。で、大統領はそれに対してもっと緩和すべきなんじゃないかというふうでね、反対をしているというこういう構図みたいです。こういう国もね、あるんだなということで面白いですよね。特に貧困層の方々が規制締め付けによりですね、職を失いかねないということで、そういうね、大多数の方からすると、大統領がね、取る緩和に向けたポジション、最終的には支持を集めると、こういう図式なのかもしれませんよね。次、インドの日々の新規感染者のグラフを見てまいりましょう。
7月末までの指数関数曲線っぽい動きからは脱したように見えなくもないですけど、それでもね、増加率にブレーキはまだかかっていくのか、これはわかりませんよね。インドはこの状況下でね、トラベルバブル構想とか打ち出してきてるようなので、数字だけを見るとね、受け入れ難しいような気はしますけどね。中国14万人に次いで13万人の人口を抱える世界第2位の大国ですからね。今後の世界の感染者数の動向、インドにかかっていると言ってもいいのかもしれませんね。あくまでも数字上のインパクトの話ですけどね。それでは次行きましょう。丸2。死亡率トップだったヨーロッパの現状ということで、ここでは人口が多く特徴的な国を僕がピックアップをしてお伝えしてまいります。まずスペインですね。第2波のピークは迎えたように見えますよね。第1波の時と比較すると数字上死亡率は低いです。次はフランス。第2波来てますよね。ピークアウトがどこなのかっていうのはわかりません。でもね、死亡率は第1波と比較して低いです。イギリス行きましょう。第2波がこれから来そうな気配感じられないでもないですね。第1波と比較して落ち着いてはいますけども、それでも日々1000名強の感染者が発生しています。次イタリアです。第2波の兆候かもしれませんね。これで収まっていくのか増えてしまうのかわかりません。注目したいのがスウェーデンなんですよ。EU の中で唯一ロックダウンをしなかったと言われる国なんですよね。お隣の北欧諸国同士で比較すると数字上の違いが見えてまいりますんでね、興味深いですよ。ノルウェー、フィンランドも出してみますね。それぞれ5月には感染収束が見えていますけど、スウェーデンに限って言えばそこから6月にかけてぐんと伸びていることがわかります。そこから7月8月と感染は落ち着いてきていますね。死亡者数も減少です。最近の報道ではスウェーデンというのは結果的に集団免疫に相当する何かが獲得できたのかどうか賛否両論があるみたいですけどね、今後どのような方向に行くのか要注目な国ですよね。では次行きましょう。丸3。日本政府が緩和対象の検討として挙げるエリアですね。順に見ていきましょう。ベトナム、ダナン都市の増加が心配でしたけど落ち着いてまいりました。タイ、落ち着いてます。シンガポールに関しては第1波の時にですね、海外から来られた労働者の皆さんへの感染が多かったということでしたけど、今はね、落ち着き始めていると見ていいんじゃないでしょうか。じゃあ次、マレーシアですね。落ち着いていますよね。8月の多い時は25名出てましたけど、最近はね、10名前後で推移しています。カンボジア、第1波、第2波のような山が見えないでもないですけど、全体の数は少ないですね。ラオス、落ち着いてます。ミャンマー、最近少し増えてるものの絶対数は少ないということですね。どうですかね、皆さん。ベトナム、タイ、シンガポール、マレーシア、カンボジア、ラオス、ミャンマーとね、数字を見てまいりました。若干のトレンドあるようには見えますけど、絶対数としては日本よりも断然に少ないということで、人口あたりの感染率の面でも少ないんですよね。やっぱりこういうとこを狙って日本政府が渡航緩和を進めているというね、こういう状況なのはわかりますよね。では他も見ていきましょう。マカオ、ほぼゼロですね。ブルネイム、こちらもゼロです。モンゴル、落ち着いてますね。韓国はですね、第2波が心配されるところです。中国に関してはもうほぼね、ゼロと言ってもいいんじゃないでしょうか。ただね、僕の視聴者さんの中で中国の数字は信用できないんじゃないかというふうにね、ご意見いただくことはあるんですけど、もし何かね、他に参考にすべき情報ソースありましたら教えていただけるとね、ありがたいです。僕の方では報道の数字か、もしくは研究機関から公開されている結果データをもとにコンテンツを構成して、させていただいてます。で、香港ですね、第2波収束中です。台湾、落ち着いていますね。オーストラリア、なんとかね、これ第2波収束中と言っていいんですかね。ニュージーランド、第2波と呼べるのか、最近少し増えているものの絶対数は少ないというふうに数字上はね、見えます。それでは次行きましょう。丸4、日本第2波の次は何が起きるのかということですね。これまでいろんなグラフを見ていただいて、なんとなくそれぞれのトレンド見えた感じしませんでしょうか。最後にですね、日本のグラフ出してみます。日本は第2波の波の方が大きいですよね。死亡率は各国と比較したら低いですけど、感染者増と連動しています。これはね、勝手な僕の予想ですけども、日本の第2波っていうのはね、一旦ピークアウトしてるように見えますね。理由はシンプルでして、1週間早くですね、同じような波形を描いている国があるんですよ。それは香港なんですよね。香港の第2波が落ち着いているのでというのが、一つの理由ですね。あとは、
お盆の移動でね、増えるとか、GoTo トラベルもあって気が緩むとかね、いろいろ言われていたんですけど、結果的に8月に関しては増加に転じることはありませんでした。あくまでもね、マクロな数字を見ればという話なので、気をつけなくてもいいと言ってるわけではないということですね。そうそう、ここでね、僕が大好きなフィリピンを出さねばいけませんね。こちらをどうぞ。世界最長ロックダウンをしている国がフィリピンですね。それでも収まらず今に至るわけということで、しかしなんとなくですね、今がピークというグラフに見えなくもないですけどね、今後どうなるのか明確には分かりません。スウェーデンのようにね、下がっていくのかもしれませんけども、どうでしょうか。それではまとめていきましょう。一度都市封鎖規制強化をしてもですね、緩和後に第2波が来るっていうのがおおよその国で発生していることだと思います。第1波と第2波で死亡率が異なっている国が多かったですね。第2波の方が数字上低く見えるところばかりでした。これはね、それぞれの国で事情が異なりますし、一概に理由を言うことは難しいですけども、数字上はその傾向が感じられました。根絶することはもうここまで来ると不可能なんじゃないでしょうかね。どんなに対策をしてたとしてもね、増える時は増える。でもこう考えると、パタッと感染が鳴り止んだ中国っていうのは異例なのかもしれませんよね。6月7月でね、一時北京で第2波っていうニュース流れましたけど、それ以降聞きませんからね。抑え込んだっていうことなんでしょうかね。それとも裏に我々が知らない何か隠れているのかということですけど、今後の世界トレンドの注目ポイントとしては、北半球が冬に入る時に数字がどのように変化するのか、ワクチンが実用段階に入った時にこのグラフ推移にどう影響していくのかといったこの点をね、見てまいりたいと思います。世界の感染動向に関してはまたですね、時期を見計らって動画化をして皆さんと共有をしていきたいなと思っておりますので、ぜひチャンネル登録をされてお待ちください。以上、大輔でした。